妊娠9ヶ月、出産予定日も間近に控え、お腹は今にも臨月を迎えそうな重みでいっぱいだった。だが、夫であるビト・ファルコーネ、ファミリーのアンダーボスは私を閉じ込めた。無菌の地下医療室に拘束し、陣痛抑制剤を注射したのである。私が苦痛で叫び声を上げると、彼は冷たく言い放った。耐えろ、と。なぜなら、彼の兄の未亡人、スカーレットが、まさに同時刻に出産を迎えると見込まれていたからだ。亡き兄と交わしたちの誓いには、最初に生まれる息子がファミリーの収益豊かな西海岸地区を相続すると定められていた。その相続権はスカーレットの子のものだ。大門が言って、彼女は完全に一りぼっちで無一文なんだ。お前に必要なのは俺の愛だ、アレッシア。すべてを。ただ今は彼女が無事に出産するのを見届ける必要がある。その後でお前の番だ。薬剤は絶え間ない苦痛に満ちた責め下った。私は彼に病院へ連れて行ってと懇願した。彼は私の喉元をつかみ、氷のような視線を向けさせた。その芝居はやめろ。平気なのは分かっている。相続権を奪おうとしているだけだ。スカーレットより先になろうとお前は手段を選ばない。私の顔は土毛色だった。体は痙攣し、必死で囁くのがやっとだった。赤ちゃんが生まれそうなの。相続権なんてどうでもいい。ただあなたを愛しているし、私たちの子供を無事に産みたいの。彼は冷笑した。本当にそんなに無垢で、俺への愛が少しでもあるなら、スカーレットに、彼女の子の相続権放棄の婚前契約書に署名させたりはしないだろう。心配するな、彼女の出産が済んだら戻ってくる。お前が身ごもっているのは、俺自身の血肉なのだから。彼は一晩中、スカーレットの分娩室の外で見守り続けた。彼女の腕に抱かれた新生児を見て、ようやく私のことを思い出したのである。ついに彼は右腕のマルコを私を解放しに使わせた。だが、マルコからかかってきた電話の声は震えていた。ボス奥様と赤ちゃんが消えました。その瞬間、ビト・ファルコーネは崩れ落ちた。重い体を引きずりながら、私は床を這い、重厚な鉄製の扉に向かって進んだ。ちょうど重い扉が耳をつんざくような音で閉じられたとき、私の指が扉の隙間に挟まった。骨のきしむ不気味な音が聞こえた。新たな痛みの波が私を襲い、薬剤の苦痛を圧倒した。甲高い悲鳴が喉から引き裂かれるように出た。だがビトの心は完全にスカーレットに向いていた。私の叫びは彼には届かなかった。突然、温かい液体が流れ出た。破水だと分かった。冷たく絶対的な恐怖が私を飲み込んだ。唯一の光は、扉の上のたった一つの非常口サインのかすかな幽霊のような緑色の輝きだけだった。私は何とか平静を保ち、扉を叩き、助けを求めて叫んだ。しかし、ここはビトのプライベートな手術室で孤立し防音されており、外の世界への窓もないほぼ完全な暗闇に沈んでいた。誰も私の弱っていく叫びを聞くことはできなかった。お腹の中の赤ちゃんが激しく蹴った。まるでこの冷たい牢獄から抜け出そうとしているかのように。私はびしょ濡れだった。汗なのか血なのか判別できなかったが、陣痛抑制剤の毒素が私の力を奪い、刻一刻と命を吸い取っていく。最後の力を振り絞り、絶望の最後の叫びを上げた。ついに外で足音が聞こえた。お願い、助けて。私は声を枯らして叫んだ。手術室に閉じ込められてるの。陣痛が来た。何度も繰り返し叫んだ。救いが来たと思ったからだ。だが、その時、帰ってきた声は残忍な喜びに満ちていた。やれやれ、アレッシア。
見るも無様なありさまだな。ビトはもっと早くお前に従うことを教えるべきだったわね。ビトの姉、ジャンナだった。私は目をぎゅっと閉じ、声を震わせないよう必死に戦った。ジャンナ、お願い、出して。赤ちゃんが生まれそうなの。もう持たない。ジャンナが扉を押し開け、上から私を見下ろした。彼女の顔は純粋な軽蔑の仮面だった。一瞬、彼女が助けてくれるかもしれないと思った。その次の瞬間、彼女は私の肋骨に足蹴りを食らわせた。その一撃で息が止まり、視界に黒い点が踊った。彼女の声はカミソリの刃のように鋭かった。出してやる？スカーレットのお産を台無しにするために？おとなしくしていなさい、アレッシア。ビトが私を見張りに使わしたの。あなたはビトの妻にふさわしくないわ。お前がおとなしくして自分のしたことを反省しているか確認するよう、ビトは私に命じたのよ。ビトはあなたがもっと問題を起こさないかで手一杯なんだから。スカーレットの子がこのファミリーの跡継ぎよ。あなたの小細工では何も変わらないわ。もう一つの激しい陣痛が私の唇から悲鳴を引きずり出した。涙が頬を伝えながら私は息を切らしていった。私の子はファミリーのビジネスには関わらない。すべてを放棄するわ。ビトに伝えて。私を解放して。このファミリーから消え去り、二度と振り返らない。誓うわ。私の叫びは彼女をさらに激怒させただけのようだった。彼女は顔をしかめた。アバズレ女。その声で誰を誘惑しようっての？みっともない。それから彼女はトランシーバーを取り出し、ビトに連絡した。薬剤と差し迫った出産の複合的な苦痛が私の魂を引き裂いていた。問題ないわ、ビト、心配しないで。しっかり見張っておくからと彼女は応答した。ビトの声を聞いたとき、私の中でかすかな希望が灯った。彼は私のことを気にかけているに違いない。私たちの子供を気にかけているに違いない。私は全身の力で叫んだ。ビト。赤ちゃんが今生まれようとしてるの。お願い、ジャンナに病院へ連れて行かせて。今すぐ。声を震わせ、弱踊り自しく、抑えきれないままに叫び続けた。ジャンナは躊躇した。トランシーバーに向かって囁くのが聞こえた。ビト、本当かもしれないわ。彼女の叫び方芝居とは思えない。病院に連れて行くべきかもしれない。彼はあなたのたった一人の子なんだから。もし何かあったら。ビトは数秒間考えているように間を置いた。それから彼の口調は柔らかくなった。よかろうなら連れて行っても。その時、彼の端末からか細い声が甘く響いた。ビト、ダーリン、喉が渇いたわ。シャンパンを持ってきてくれない？医者が言うには、私たちの小さな王子様を生む力を得るにはリラックスする必要があるのよ。あら、アレッシアが産気づいたの？大したことないわ、ダーリン。全然痛くないもの。正直言って、マラソンのトレーニングができる気分よ。アレッシアは強い女性なんだから大丈夫よ。もちろん、彼女には痛くないはずだ。ファミリーの医療チームと資源のすべてが、彼女の豪華で最新設備のプライベート分娩室に集中していた。彼女は女王のように扱われていた。スカーレットのほんの一言がすべてを変えた。ビトの心を変えた。彼の声は氷のように冷たくなった。何が問題になる？芝居だ。お前を騙して外に出そうとしている。信じるな。彼女を信じたらお前がバカに見えるだけだ。トランシーバーの音が切れた。ビトに叱責されたジャンナは怒りを私に向けた。彼女はレザーケースに手を伸ばし、蛇を取り出し、
私に近づいてきた。第2章。本当の痛みがどんなものか知りたい？なら教えてやろう。私のペットを味わえ。ジャンナは黒い鎖蛇を私の顔の前に掲げた。その二股に分かれた舌が空中でヒュッと音を立て、冷たい鱗が私の腕を撫でた。やめて。私がその言葉を叫び終わる前に、鋭く焼けつくような痛みが腕を走った。鎖蛇の牙が深く肉に食い込んだのだ。毒は酸のように血管を焼き、鼓動ごとに毒が体の奥深くへと送り込まれた。私は何とか平静を保ち、一方の手でお腹を守るように押さえ、もう一方の手で必死に傷口を押さえた。だが、この毒は抗凝固作用があった。傷口からは薄く黒ずんだ血が勢いよく流れ出し、凝固しようとしなかった。私は丸くなって震え上がり、動くことさえ恐ろしかった。私の蛇はとてもお行儀がいいのよ。めったに噛まないんだから。ジャンナは蛇を撫でながら甘ったるく言った。しかし、蛇を手元に引き寄せたとき、彼女はその鱗が手の中でぬるぬると滑るのを感じた。下を見ると、蛇の牙から黒い血が滴っていた。私の視界がぼやけ始めた。まるで千の刃が内側から私の子宮を引き裂いているようだった。腕の蛇の噛み傷はすでに死の四黒色に変わり、傷口からはまだ血がにじみ出ていた。生命が少しずつ奪われていくのが感じられた。ジャンナは去らなかった。彼女の表情は満足から狂ったような怒りへと歪んだ。このインバイ目。何をしたの？彼女のブーツが私の腹部を強く蹴った。その衝撃でまた気を失いそうになった。私のメデューサ。彼女は金切り声を上げた。気が狂った女。あなたが彼女を出血させたのよ。あの子はあなたとその私生児どもを合わせたよりも価値があるんだから。部屋は薄暗かった。彼女は私の髪の毛を一つかみし、私の頭を引き上げて調べた。あなたが彼女を傷つけたの。この汚らわしいアバズレ。彼女は蛇に話しかけた。私の赤ちゃんはあなたに怖がらされたに違いないわ。もう一蹴り。それぞれの動きが私と生まれぬ子供へのハンマーの一撃だった。私にできることは体をお腹の周りに丸めることだけだった。反撃する力もなかった。今はどうして叫ばないの？芝居を続けなさい。お願い赤ちゃんを蹴らないで。赤ちゃん？ジャンナは嘲笑した。子供を盾にするのはやめなさい。それであなたがファルコーネの名に値するようにはならないわ。彼女は片手で蛇を撫でながら、もう一方の手でカバンから小さなスプレーボトルを取り出した。白い霧が部屋に充満した。私の意識が遠のき始めた。さあ、おとなしくそこで横になって、自分の立場を反省しなさい。彼女は吐き捨てるように言った。そして期待を膨らませないことね。ファミリーの玉座を継ぐに値するのはスカーレットの血筋だけ。私たちの帝国を統治する運命なのよ。多分これがこのファミリーにおけるあなたの立場を反省する助けになるわね。アレッシア。彼女は軽蔑をたっぷり込めて言った。神経を鎮めるためのほんの少しのものよ。彼女は怒り狂って去っていったが、その前に幻覚ガスをもっと部屋中に噴霧した。濃い霧は私の体を激しい痙攣に陥れ、すでに血管を巡っている蛇毒の上に新たな種類の苦痛を重ねた。痛みのもやの中で漂いながら、私はそれを聞いた生まれぬ我が子のかすかなすすり泣き。小さな声が心に響いた。ママママ、助けて。私の赤ちゃんの声だった。幻覚の中で小さな人影が私に手を差し伸べるのが見えた。ママ、すごく怖いよ、すごく痛いよ。赤ちゃん、ママはここよ。震える手を伸ばし、彼を抱きしめようとした。しかし、
私の腕は毎回空気だけを掴んだ。私は今日赤ちゃんを迎え、しっかりと腕に抱きしめるはずだった。彼はほんの息の差のところにいる。なぜ運命は私と私の子にこれほど残酷なのか？私の精神はついに折れ、涙が音もなく頬を伝った。絶望が短剣のように鋭く、私の心を差し貫いた。そっとお腹を撫でた。私の愛しい赤ちゃん、ママはあなたを守れなかった。もし来世があるなら、あなたが愛に満ちた家族に生まれ、両親がお互いを大切にすることを願うわ。私の呼吸はかすかになり、血管の血は濃くなっていった。突然、扉がカチリと開き、まばゆい光が部屋にあふれ込んだ。なんということ。血の海に横たわる私を見て、ファミリーの医師は恐怖に後ずさりした。なんてことだ、あなたは誰だ？ボスがこんな罰を下すほど、一体何をした？医師であるにもかかわらず、彼の第一の衝動は私を救うことではなかった。私はビトの妻ですと私はかすれた声で言った。懸命に力を振り絞り、結婚指輪を見せるために手を挙げた。刻まれたイニシャルは血にまみれていたが、ビトと私の文字がかすかに見えた。彼は指輪を認識し、助けに行こうとしたが、躊躇した。彼は一瞬立ち止まり、それから慎重にビトの番号をダイヤルした。ボス、地下手術室でアレッシア夫人を発見しました。彼女の状態は危険です。大量出血しており、中毒症状もあるようです。ビトの返答は疑念に満ちていた。中毒？ありえない。彼女は出血していない、医者。あれは妹の蛇の血だ。ジャンナからも連絡があって、アレッシアがどうやって彼女の大事なペットを傷つけたか怒り狂っている。彼の口調は冷たく突き放すようになった。彼女は完璧に健康だ。単にもう一つの必死の策略で先に出産しようとしているだけだ。気にするな。この混乱は俺自身で処理する。医師はさらに説明しようとしたが、ビトはすでに電話を切っていた。彼は哀れみの表情で私を一別し、それから私のそばを通り過ぎて機材を動かしに行った。まさに彼が私を見捨てようとしたとき、彼は振り返った。彼の両親の一片が生き残っていたようだ。ここには二つの命がある私は医者だ。ただ見て死に行くのを見ているわけにはいかない彼は決意を固めた口調で言った。私自身の妻も妊娠している。彼女が誰の助けもなく苦境に立たされるのは望まない。だからあなたを助ける。ついに彼は血の海から私を持ち上げ、ファミリーの医療センターへと運び始めた。私は深く安堵の息をついた。私の赤ちゃんは救われた。しかし、医療センターに着いたとき、私たち二人は凍りついた。部屋は空っぽだった。医療機器も薬も手術台さえもすべてが消えていた。機材は？医師はつぶやいた。すべてどこへ行った？答えは痛いほど明白だった。ビトが医療機器の一切合切をスカーレットの豪華なプライベートクリニックに移動させていたのだ。私と私の子を救うことができたはずのすべてが。第3章。医師の顔は青ざめた。私が死の瀬戸際にあり、適切な病院に連れて行かなければならないと分かっていた。彼は必死にビトの施設番号をダイヤルした。ボス、緊急事態です。アレッシア夫人が深刻な中毒を起こしており、直ちに治療が必要です。彼女は死にます。ビトの声は苛立ちと怒りで濁っていた。アレッシア。このパフォーマンスは君の傑作だな。外に出ただけでなく、ファミリー最高の医者まで買収したと花。はっきり言っておく、どんなゲームをしていようが、俺は騙されない。お前のことはよくわかっている。何の問題もないのに、
俺を騙そうとするのはやめろ。言っただろう、あれは俺の血肉だ。俺自身の息子を見捨てたりしない。だが、お前はスカーレットが終わるまで待たなければならない。なぜただ待つことができないんだ？認めよう、お前を甘く見ていた。さあ、おとなしくしていろ。でなければ、俺に逆らうことの結末は分かっているだろう。回線は切れた。医師は電話を見つめ、それからかろうじて命をつないでいる私を見た。彼は歯を食いしばり、決断を下した。可能性は低いが、プライベートクリニックに連れて行く。まさか、彼が私をスカーレットのクリニックに連れて行くとは思わなかった。ガラス戸越しに内部が明るく照らされ、スタッフが慌ただしく動き回っているのが見えた。最新の医療機器が完璧に整列していた。まさに私の命を救うはずの者たちだった。医師はスタッフに懇願し、状況を主任看護師に説明した。しかし彼女はただ冷たく首を振った。ボスの命令は明確です。クリニックの全資源はスカーレット夫人のために確保されています。許可なく使用することはできません。でも彼女は死にかけています。それは私たちの問題ではありません。ビトの命令のせいで、私は痛み止め一つすら手に入れることができなかった。その時、ドアの入り口に長身の影が現れた。ビトの右腕、マルコだった。彼は血まみれの私を見て、驚きで顔色を失った。彼はビトのもとへ急いだ。ボス、外に血まみれの女性がいます。彼女は間違いなければアレッシア夫人にそっくりです。ビトは眉を潜め、こめかみを強く押さえた。ありえないと彼は平然と答えた。彼女は無事だ。妊娠しているが無事だ。ここまで来られるはずがない。マルコはもう一度試みた、声を低くして。ご自身で確かめに行かれた方が良いかもしれません、ボス。もし彼女だった場合、あなたのお子様も危険にさらされる可能性があります。ビトの忍耐は切れた。彼はマルコを睨みつけた。ありえないと言っただろう。耳が聞こえないのか？もし本当にアレッシアだったら報告が必要だと思うか？彼女自身がここに突っ込んできただろう？あんなに虚栄心が強く自分のイメージにこだわる女が誰かにあの姿を見せたりするはずがない。頭を使え。一括された後、マルコはただ敗北感で首を振るしかなかった。すみません、彼は私に言った。助けられません。医師は治療室の閉ざされた扉を無力そうに見つめた。彼の顔には罪悪感が満ちていたが、私は彼ができる限りのことはしたと分かっていた。彼に自分を責めないでできる限りのことはしたと伝えたかったが、話す力さえ残っていなかった。失血、打毒、陣痛抑制剤、それぞれが死の接近を早めていた。医療スタッフのひそひそ話が聞こえた。彼らの声は遠くへ消えていった。スカーレット夫人の赤ちゃんがまさに生まれようとしています。彼女のそばにいなければ。でもこの女性の状態は危険です。助けなければ死にます。毒が臓器に広がっており、胎児の心拍が弱まっています。緊急キットを持ってきて、今すぐ。腹部に鋭い痛みを感じた。陣痛とは違う痛みだった。これは死の痛みだった。私の手はお腹の上にあった。かつて膨らんでいた私の腹は緩み、平らになっていった。私の赤ちゃん許して、私の魂は叫んだ。私の愛しい息子よ、ママはあなたを守れなかった。守ることができなかった。最後の一雫の涙を流した。そして世界は暗転した。ビトの視点。ビトは分娩室の外でイライラしながら歩き回っていた。彼は一晩中スカーレットの側で待ち続けていた。ドアが開いたとき、
彼は彼女のベッドサイドに駆け寄った。おめでとうございます、ボス。健康な男の子です。ビトはスカーレットの腕の中で眠る幼子を見つめ、目は歓喜に輝いていた。美しい彼はスカーレットに柔らかく言った。君にそっくりだ。ファミリーの未来の後継者がついに誕生した。彼は一瞬立ち止まった。一つの雑念が頭をよぎったアレッシアの子は誰に似るだろう？もし女の子なら母親、特にあの琥珀色の瞳に似るだろう。そっと赤ちゃんを寝かしつけた後、ビトは去ろうとした。長い一日がようやく終わった。そして彼はようやく思い出したのだ。マルコ、アレッシアを連れてこい。終わった。赤ちゃんを見せる時だ。スカーレットは無事だ。今なら彼女も出産できると伝えろ。マルコは凍りついて一歩も動かなかった。彼の体はビトには理解できない恐怖に震えていた。長い沈黙の後、彼はようやく言葉を絞り出し、声はかすれたささやきだった。ボス・アレッシア夫人と赤ちゃんが彼らは消えました。